バブコンチャンネルへようこそ。突然ですが、皆さんが初めて買った車は何ですか？私は1994年の三菱 FTO でした。2024年の今では、国産の2ドアスポーツカーは片手で数えるくらいしかありません。でも、当時は各社数車種以上ラインナップされ、バブル期のミニコンポと同様に各社しのぎを削っていたんです。トヨタならセリカ、スープラ、日産なら GTR、シルビア、マツダでは RX-7、ロードスター。ホンダならインテグラ、シビック、三菱では GTO、ランエボなどが有名ですが、それ以外にもたくさん販売されていて、当時の若者の心を掴んでいました。今回はバブルコンポ衰退と同じ頃、90年代に一世を風靡した国産スポーツカーのお話です。バブコンチャンネル。遠い時代の忘れかけた記憶。あなたの心の扉を開くチャンネルです。時を遡ること30年。90年代の自動車業界は若者向けのラインナップとして各社2ドアスポーツカーの開発競争に明け暮れていました。当時からやっぱり日産 GTR は別格でしたが、それに劣らぬパワーを持った名車、新車がたくさん発売されてました。私が一目惚れしたのは三菱 FTO でした。94年にカーオブザイヤーを取ったスペシャリティクーペです。当時は角張ったデザインの車が多かったんですが、この流線形のデザインは衝撃でした。三菱ディーラーの前を通りかかった時、真っ赤な FTO がディスプレイされていて、もう稲妻に打たれましたね。私が FTO に乗るのはもう少し後になるのですが、当時の衝撃が忘れられず、今でも FTO マニアです。ケンウッドロキシーと同じくらい衝撃を受けた車ですね。もうデザインとその存在が神。どうしても FTO の話がしたくて、普段このチャンネルでは車は扱わないんですが、今回だけお付き合いください。この FTO、大きく分けて3つの特徴がありました。まず先ほど述べたデザインですね。ヨーロッパを思わせる流線形のデザインと、リアを斜めに切り落としたスタイルは、当時、とても目を引きました。2つ目の特徴が、ちょっと変わった仕様です。この FTO、発売時は GS、GR、GPX と3グレードありまして、GS は 1.8 リッター直 4SOHC ですが、GR は 2000cc で、しかもなんと V6DOHC なんです。GPX なら、さらに V62000cc、DOHC に可変バルブタイミング付き。もう全部盛り仕様です。しかも、すべてのグレードが FF 駆動。なんでしょう、このロマンしかない変態仕様は。3つ目が、日本車初のマニュアルモード付きオートマ搭載という点です。AI がドライバーの特徴を学習して、256パターンのシフトタイミングを自動で調整してくれるという未来の仕様で、インベックス2と言います。もちろん、マニュアルモードで自分でシフトチェンジも可能というとんでもない AT を積んできました。まあ、今の AT に比べればなんですが、30年前ですからね。ときめきましたね。そんなことから、この FTO、当時のスポーツカーで唯一 MT より AT の方が売れた車です。なんでそんな AT 車が2万台も売れるのよ、と思いますよね。AT 乗ってみたらわかります。もう完全にリッチレーサーと操作が一緒。スポーツカーの敷居が一気に下がった革命でした。価格も手頃で、94年の発売時、GS で166万、最上級の GPX でも239万円と、今では考えられないくらいリーズナブルです。私が買ったのは最上級の GPX モデルでしたが、GPX には可変バルブタイミング機構マイベックが搭載されていました。これはホンダでいう VTEC なんですが、5500回転を超えるとカムが切り替わり、
低回転から高回転まで漏れなくエンジンパワーを引き出せるという少年の心をわしづかみにするメカを積んでいたんです。現に 1150kg の車重で200馬力を出す V62000cc マイベックエンジンのおかげでホンダシビックタイプ R が出るまでは FF 最速の記録を持っていました。まあ、もっともこれは MT 車の話で AT 車はもっと遅いんですけどね。ここで当時録画していたエンジンの始動音がありますんで V6 の始動音を聞いてみてください。どうです？携帯のマイクなんで少しこもってますが、純正のノーマルでもなかなかいい音しますよね。今は RX8 に乗ってますが、ロータリーの始動音はちょっと軽めの音なんで、この V6 の始動音は今でも懐かしくなります。ちょっと RX8 の始動音聞いてみましょうか。FTO の時と同じドア付近で録音してみました。V6 と比べると、やっぱりちょっとおとなしい感じですね。話を FTO に戻しましょう。内装は当時の仕様なので、決して質感高くないですし、今の車の方が数段いいのも事実。当時の三菱は、パジェロが大ヒットして、四駆のイメージが強かったんですよ。ランエボや GTO も四駆ですしね。そこに、FTO では、ミラージュのベースに V62000cc を乗せて FF 駆動させるっていう、その発想がぶっ飛んでますよね。大人が本気で遊んでます。今の三菱に足りないものはこれですよ。FTO、最高に楽しい車でしたね。一つだけ FTO に恨みがあるとすれば、ずっと AT いじってたので、マニュアル車に乗れなくなっちゃった点ですね。マニュアル免許取ったのに、買った車が FTO の AT だったため、マニュアル車に全く触れる機会がありませんでした。結果、次に乗り換えた RX8 も、必然的にオートマ車購入というチキン野郎でございます。最近は、街中で FTO を見かけることはほぼなくなりました。私も、日本の FTO で、最後の1台になるまで乗ってやるって、意気込んでましたが、事故って廃車になってしまいました。ディーラーでももう部品がなくて修理不可能って言われてしまいました。そりゃそうですよね。ダッシュボードの交換なんて自分でオークションで部品調達してたくらいですから。今 FTO で手元に残っているのは当時のカタログと取説、スペアキーとフロアマットくらいです。これが取扱説明書ですね。これがメインのカタログ。ミニコンポ同様、物欲をそそります。このシートに早く座りたい。技術解説もぎっしりです。こちらは GR の限定使用車ですね。そして、車本体の購入を決めた後、定番のアクセサリー選択。ここで、
大抵の人は予算オーバーするはず。全部つけたらいくらになることやら。以上、カタログ類の紹介でした。今でもこのカタログ見ると、左サイドをえぐられた痛々しい記憶が蘇りますね。なんか、寂しくて、ミニカーとかプラモとか今でも探しちゃうんですよね。当時加藤っていう N ゲージなんかを作ってる模型会社から FTO のミニカーが出てましたね。こんなやつです。FTO のミニカーって実はないんですよね。自分が知ってるのはこの商品だけですね。プラモデルは富士見から24分の1が出てます。あと、アシェットから2021年に24分の1のダイキャストモデルが発売されたんですよ。もう飛びつきましたね。ドアも開閉できて、結構内装までよくできてます。今でも部屋に飾ってます。期待した人、ごめんなさい。さすがに、ケンウッド、ロキシーみたいに買ってみたという流れにはなりません。でも、ゲームでなら、今でも FTO を体験できます。最近のゲームのグラフィックスはとんでもないですからね。あ、グランツーリスモ7はダメですよ。あれ、FTO 未収録ですから。そういうとこだぞ、ソニー。大丈夫ご安心。なぜか、海外ゲームには、FTO 結構収録されてます。むしろ GT7 なんか超えるクオリティで FTO に乗れます。次回の動画では最新のゲームで令和に乗る FTO をお届けします。マジでクオリティやばいです。お楽しみに。いかがでしたか？今回は94年の三菱 FTO で皆さんの心の扉をノックしてみました。今回の動画が気に入っていただけたら、チャンネル登録とグッドボタンをお願いします。では、次の動画をお楽しみに。